こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今日は狭山市入間川に散歩に来ています。あの辺りに水鳥がずいぶんいますね。パッと見てこの辺りの浅瀬に魚の姿は見えません。ちょっと関下まで行ってみようと思いますが、ここは取水口になっている。囲いがありまして入ってはいけません。いやー、ここちょっと来て驚いたんですけどね、川の形が変わってますね。3月になりまして急激に気温が上がっている、そんな今日は土曜日ですね。風もあまりなく日差しもあり穏やかな日です。最近は全然雨が降りませんけれども、この堰の上の水があの辺りから下流へ流れ込んでいると、このような感じですね。下流側の水辺に釣り人さんが現在4名ルアーを投げているという感じですね。いや、多分バス釣りということになるんでしょうけれども、見ていてどなたもまだ魚をヒットしていませんね。結局時々こういったバス釣りの方とおぼしき釣り人さんを見かけるんですけど、なかなか釣り上げてるところをお見かけしない。なので、自分としてはルアー投げの方、ルアーを投げる練習を兼ねているのかなと思いましてね、ルアー投げの方というふうに表現することが多いですね。何が釣れんだろうなと遠目から見てても、やっぱりなかなか簡単には釣れないというケースが多いようです。それだけ
難しい。だから面白いんでしょう。以前はこの手前側水があったと思うんですね。で手前側少しあの辺りに消波ブロックがありまして、その辺にヘラ釣りの人が陣取って沖を狙って釣りをされるというような、そういうシーンは何度も見てるんですけども、現在どうも川の形が変わってるのかなという気がしますね。砂利が入っている、川砂利というかね、入っているような気がします。だからこれ増水期、水が増える期間でももうここからはちょっと釣りにならないんじゃないかな、浅すぎて。おそらくこれこの下流側で工事をしている、ずっと工事を多分、断続的にしているのかな。それで河原側にこう重機が降りて、鳴らしたりとかやっていたと思うんですね。だからその時に出た砂利などをこの辺へ入れたんじゃないかなという気がします。自分自身はここで釣りをしたことがないのではっきりとは分かりません。撮影さんも一緒です。今ビデオカメラと、それから普通のデジタルカメラを構えて撮影をしています。今狙ってるのは飛行機ですね。この辺は基地が近いせいもあって飛行機の、発着というか飛行機が大きく見える、そういう意味でも面白いスポットではありますね。上奥富運動公園、この前の川なんですけどね、ずっとバリケードがしてありまして、以前はこの辺りも駐車が可能だったんですけどね、遊歩道みたいなのがあったりして、ですが現在そうはなっていませんね。また新たな釣り人さんが現れました。背負っているカバンに遊漁承認証、遊漁券をつけていらっしゃいました。当たり前といえば当たり前なんですが、素晴らしいことですね。バリケード、一応歩道は確保されていますね。ちょっと下流側へ歩いてきましたけども、やはりあの辺りですね、盛り土、川砂利をこう入れたような形跡が見て取れますね。ずっと仮設の歩道、遊歩道ができている状態。もう少しあそこにある狭山大橋なんですけどね、あの近辺までちょっと行ってみましょうかね。途中で引き返すかもしれませんが。例えばオッペ川などもずっと河川工事を
やっていましてね、最近そっちの方へ行きませんから、今どうなってるかわからないんですけど、釣りをしたくてもそこへ入っていけないとかね、そういう状況が続いてましたが、鳥がいますね。何でしょうか、この鳥は。ちょっと詳しくないから分かりませんけれども、ずっと続いていますね。それから何かあの辺りテントが随分出ていて、催し物をやってるのかな。駐車場もかなりいっぱいなんですよ。12月の初めに暖かい日が続いたので、見切り発車的につい釣りに行ってしまったんですけどもね、その後2月の病院外来受診の際に、先生釣りはしてもいいんでしょうかとお伺いを改めてしましたところ、まあ釣りやってもいいでしょうと。ただ怪我をしたところなどがあると、そこから細菌が入り込む可能性がやはりあるので、一般の方は大丈夫でも、自分の場合急性骨髄性白血病なので、そういうことですね。あとは針先を指に刺してしまって血が出るとか、そういう状態で魚を触ったり、水に手を突っ込んだりとか、それはちょっと危険かなというお話はありました。注意して、楽しんでくださいと。楽しいことをやると免疫が上がりやすくなるという話もありますからねと、そんなお話をいただきましたと話している間に、ここはもう明らかにどもりしてますね。土のうのようなものが露出してますけど、後からこの辺りは砂砂利を入れて盛り上げて平らにしている。だからこれ整備された後どうなるんだろうな。なんか広場みたいなものにしっかりと転換されていくのかなという気がします。
上から見た感じだと、あの辺りから対岸の消波ブロックより、テトラポッドと言っていいかなと思いますけどもね、その辺りがちょっと深く見える。だからそこを狙って長めの竿を出すと、もしかしたら何かいい釣果が上がるかもしれないなという印象です。ということで、埼玉の片隅から今年は何回釣りに行けるでしょうか。先生からも正式に釣りに行っていいよという許可を得ていますので、折を見て楽しい釣りの模様をまた皆さんにお届けできる日が近いと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、いいね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さやまごはし